サウナ整う。サウナで力士より汗をかけたら100万円。さあ、この企画なんですが、タイトル通りサウナで力士より汗をかけたら100万円がもらえる前代未聞のチャレンジ企画となっております。舞台はこちら、サウナ横綱が誇る稽古場サウナ。広々空間の中にはなんと鉄砲柱まであるサウナで2対1の10分間一本勝負を行っていただきます。そして今回のチャレンジャーはサウナメーカーやサジョス旅にも出演させていただいている原紬です。はい、つむちゃんの大の仲良し、高身長グラマラスボディのさやかです。よろしくお願いします。さあ、そんな2人を迎え撃つのは元春日流の日高です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ちょっと、日高さん、はい、今回なんですけど、はい、原さんは先ほどおっしゃっていただいたより何回かチャンネル出ていただいてるんですけど、はい、めちゃくちゃ汗かくんですよ。これ今回、はい、ちょっとスタッフ全員ヒヤヒヤしてるます。これは強敵ですよ。やばいっすね。やばいです。僕見たことないんですけど、はい、15歳の時の貴乃花です。それぐらいのポテンシャルを秘めてます。困らせてすみません。でも本当にポテンシャルが溢れてるんですよ。はい、で、お二人はよく一緒にサウナ行かれるんですよね。はい。私と一緒か。私より汗かくぐらい汗かくよね。でも本当汗かきは結構自負してるというか。なるほど。日高さん、若乃花です。はい。やばいっすね。いや本当にちょっと今回、どうなるかわからないですけど、本当大一番。プレッシャーすごいですね。はい、ぜひ100万円を死守していただけたらと思います。はい、そんな100万円こちらに用意してます。これもしお二人勝利できたら。やばい。この初めて持つかも。私もこの帯がついてる。すごい。待っててね。あるな。ね。じゃあ返してもらって。さあ、ということで水分を取ってから、はい、3人でサウナ室に入っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。今日のためにいろいろ作戦も練ってきたので絶対に勝ちたいと思います。私本当グラビアアイドルの中で汗っかきで有名なんですけど、ファンの方が写真の汗をレタッチしてくれるぐらい汗かきなので、今日は絶対に勝ちたいと思います。じゃあ今から10分間入っていきます。よーいスタート。お願いします。さあ始まりました。今回のチャレンジャーは原紬とさやか。早速これは動いてきましたね。上段の方が温度が高いと読んで、ここら辺はちょっとサウナレベルの高さを見せつけてますね。非常にいい作戦だと思います。そして過去に比べて動き出しが早いですね。これはガチで100万取りに来てますね。さあ改めてルールの方ですが、10分1本勝負、計測は T シャツに含んだ汗の量でジャッジいたします。サウナの中では何をしても OK ということで、もう3社とも動き始めてますね。連鎖していこうかな。これなんでこうやってかかってるんですか？気持ち日高困ってましたね今ね。質問にこういう惑わしも1個勝敗を分ける要素になるかもしれません。ただ今回日高動き出しが早いですね。汗出ろ汗出ろ。やっぱり前評判を聞いてちょっと焦ってるかもしれないです。今の焦ってるは汗かかってます。いやいや、もう本当に強敵って言ってたんでやばいっす本当に。もうそうなんですよ。原紬はこのチャンネルの準レギュラーと言っても過言ではないですし、今までの番組でそのポテンシャル見せつけてきましたからね。すごいすごい。でもこれ生で見れる機会ないから。ちょっと日高ちょっといつもよりペース早いですね。もう腕がテカってますね。早いけど、でも結構汗かいてるかも。これネクタイとかしてもいいんですか？全然大丈夫です。タオル行くか。じゃあ持ってくる。ありがとう。ここで何か秘策
さやかが一回サウナ出ましたね。これはロスになりそうなものですが、それを上回る何か策があるということでタオルを持ってきた。なるほど。どう？楽しそうにやってますね。海辺で水を掛け合うカップルのように。もうちょっと下がってもいいよ。この熱波を日高奪いに行きますが、また鉄砲柱に戻ります。これは非常に動きが多いですね。今回は止めるっていう意味でもお借りします。お借りします。日高を一回どかして動かさないようにして、いいんですか？日高はタオルを取ってやり返す。いいんですか？熱波してくれるんですか？ダメだ。このじゃれ合いで日高も汗が出そうですけどね。さすが。うわ、日高の顔の汗見てください。これはすごい。はい、チェンジ。はい。これ容赦なしですね、日高。どうだったら T シャツ茶色くなってる可能性ある。ファンデーション。そうこれはね T シャツの重さで計測ですから、しっかりと吸わすところもポイント。この2人はもう徹底して上段から動かないですね。ここは徹底して自分たちの作戦を貫いてます。前からティファールでお湯を沸かしてきて水筒に入れてきたやつを飲んだのと、ちょっと体力が切れてきましたかね。さやかともねホットのもの飲んでたよね。この時期ホット難しいです。髪の毛に汗吸われたくないから髪の毛もはい、上げてきました。で、何が一番汗かくか調べて縄跳びやったけどすごい絵ですね。ちょっとエロいですね、前かがみのスクワットが。はい、でなんか書いてあったんで、あとはちょっとうわー、サービスショットでございます。今ここで5分経ってます。さあ5分経過。これは好記録期待できますよ。まだ5分。絶対こう。かつて5分でこれほど動いたペアはいません。なるほど。私はもうボクシングで行こうわ。さあそして踏み台昇降からシャドーボクシング。待って、こんなもんじゃないよ。さあ日高は1回動きをやめましたね。動いていきなり止まったら汗出るかも。なりそう。でもさ、結構書いてない？なるほど、この2人はだいぶ研究してきてますね。作戦がしっかりしてます。汗拭きます。タオルで拭いた方がいいね。カウントされませんから。タオルで拭いた方がいい。さあ悪魔のささやき。汗はタオルで。なんか今日の日高楽しそうですね。ここしっかりね、このペア T シャツを全部脱いで全身から汗を回収する。なので私結構力士体型がすごい好きなんで、ちょっとじっくり見させてもらって、興奮で汗をかきたいと思います。うわ日高をやる気にさせたんじゃないですか。今の誘惑は逆に嬉しそうですよ、日高。さあまた上段に登って動き始めます。さあ日高も T シャツを脱いでしっかりと汗を吸い込ませます。すごいですね。これはいい戦いになっております。めっちゃ書いてる。あんまり動くと体に良くない。ちょっと余裕ありますね、日高。100万円がかかったのに。今日の日高は非常に楽しそうだ。ひろかさん、拭くやつ間違えてるんですか？あ、そうだ。めっちゃちゃうよ。拭いてあげましょう。いやいやいや、大丈夫。出ました、ノリツッコミですよ。いや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 。最後はね、お色気作戦で。これでノリツッコミして100万取られたらスタッフ大激怒ですけどね。私の貴重な汗が一滴落ちた地面に。余裕ぶっこいて、本当にこのチャンネルの存続がかかった企画ですから、残り20秒。しっかり勝ってほしい。ただ非常にいい試合になってる。そしてラストスパート。確かになんかスパ
さあここで汗を回収にかかりますね。3人ともしっかり拭き取って5秒前。足の裏まで拭いてますね。4、1。ここで終了です。さあ試合終了しました。これは非常に拮抗したいい試合なんじゃないでしょうか。結果がどうなるのかちょっと不安ですが見てみましょう。さあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあどうでしたか、チャレンジャーチームやってみた感じは。なんか10分があっという間あっという間。こんなにあっという間なんか10分サウナない。日高さん終わってからの汗もすごすぎて、もうこの今もかき続けてる。早く測りたいですか。はい、早く測り日たい。高さんのはいアフターバーンがある前に。はいなるほど。どうですか、お二人は汗はどんな感じですか。入ってますか。どう？まあ書いてはいると思います。いい。いい汗が。なるほど。じゃあ早速計測に行きましょうか。じゃあまずさやかさんから。はいちょっと水着のに吸われた分も一滴。一滴残らず。でこれは T シャツにねどんだけ吸わせるか。はいそうですよね。はいちょっと谷間の汗もしっかり。よしなるほど。よしよし。はい。こちらT シャツの元々の重さは引いてありますので、はいどれだけ重くなったか。じゃあ行きましょう。じゃあ乗せてください。はいお願いします。まだはがきが。 9.9 グラム。嘘。さあ、じゃあ T シャツをお取りいただいて。ほんまに？さあ、そして原さんお願いします。68.4。そんなことある？ほんまに？お二人とも同じサイズ。お二人とも T シャツと同じサイズですよね。はい。はい。置いてください。はい。10点。まあこれ 0.3 ぐらいの重さ。まあじゃあこれは 10.2 にしましょう。でもう一回置いてもらっていいですか。はい。68.6 ということは78.8。でも原さんこれはすごいですね。68女性で今までいないですね。すごい。これは私が雑魚だ。さあこれはワンチャン日高さんの調子が悪ければ今までの最高記録なんてありますけど、僕には調子が悪いようには見えません。測ってみましょう。調子悪いんじゃないか。だってもう T シャツの色が違うかああ、ちょっと待って。大丈夫です。行きましょう。148.9。ということで78.6対148.9ということで勝者日高。これただこんなことをさやかさんがいる前であれですけど、はい。原さんかける2言ってたら勝ってました。勝ってはないですけどもうだいぶ接戦。こんなこと言うの申し訳ない。ポテンシャルがね、ちょっと今の方が汗かいてるんじゃない？そうですね。今このやばいっていう。ということで残念ながら100万円は発送なりませんでしたが、改めて、じゃあ原さんどうでしたか？めっちゃ悔しいです。ちょっとほんまにいけるかもっていう話してて、はい買ったら、100万円もらったらフィンランドにサウナ旅行行こうって言ってたんですよ。はいはいはい。おごります。おごります。おごります。フィンランド旅行ですか？おごります。ここだけはもうね言っとく分にはただなんでおごります。ただの嘘じゃないですか。ただの嘘ですね。じゃあそんなさやかさん、やってみていかがですか？なんかもうそもそももっとかけるって思ってたのでちょっとびっくりなのとなんかすいませんでした。さあそんな強敵を相手に今回も圧倒的な横綱相撲、日高さんいかがですか？いやーでも、あんまりダメですね。あんまり出てなかったですね、汗。まあ今までの中ではちょっとあれですよね。チャンスだったんですよ。今までのより20ぐらいちょっと。
サラサラだったからですね、最初。だからもう最初からちょっともうちょっと仕事がやりました。今まではこうやってあれちょっと余裕じゃないですけど我慢してましたけど、まずもう今日はもうやばいと思って本当にもう負けんじゃないかと思ってキヤキヤしながら、だからもう最初からもう鉄砲と四股踏んでもなるほどですね、汗かくしかない。でもはいこれでも出てないからやばいですね。いや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 、でもまあスタッフを代表して言わせてください。ありがとうございます。ほっとしてます。さあということで、今回の、日高さんの馬上は打ち崩せませんでしたが、日高さん、はい、次なる挑戦者に向けてまたメッセージの方お願いします。まあそうですね、自分より汗かける方お待ちしております。よろしくお願いします。ということで、サウナで歴史より汗をかけたら100万円でした。ありがとうございました。